小田上総介のブナガだ。今日は俺の代名詞みたいに言われている。楽一楽座をネタにして、現代日本のお前らに、一つはっきり言っておく。革新を怖がる奴から順番に沈む。情けも伝統も、沈むときは一緒に沈む。だからこそ、非常な合理性を持てと俺は言う。で、まず勘違いを正しておく。楽一楽座って、なんとなくほっこりした地元マルシェの名前だと思ってるだろう。最近も全国で、〇〇楽一楽座フェスとか、堺で楽一楽座マーケットとか、賑わっておるらしいな。あれ自体は悪くない。だがな、当時の俺の楽一楽座は、もっと血の匂いがしていた。既得権をぶっ潰し、特権階級の飯の皿をひっくり返す政策だったからだ。俺がやったのは、商売したい奴は誰でも来い。ただし古いルールは全部ぶっ壊す。嫌ならされこれだ。諏訪というギルドの特権を剥がし、赤い書も撤廃し、人も物も金も、最短距離で流れるようにした。理由はシンプル。戦国時代の領地なんて、放っておけばすぐ焼け野原だ。情けをかけても米は不縁し、兵糧は湧いてこない。だから俺は、商人を呼び込み、競わせて、短期間で富を積み上げた。合理性以外、興味がなかった。さて現代だ。役所の補助金、業界団体の顔色、大企業の元請け構造。戦国の座とやってること、大差ないだろう。既得権を守るために、新しい芽を踏み潰す。スタートアップが規制の壁に積んで、イノベーションが死んでいく。お前らが面倒くさいから仕方ない。と受け入れているその空気こそ、天下を腐らせる毒だ。俺が今の時代に生きていたら、まず何をするか。簡単だ。ルールを書き換える側に回る。文句を言う前に、制度に穴を開ける。古い城を補強するんじゃない。隣に最新式の砦を立てて、流れそのものを奪い取る。これが楽一楽座の本質だ。今の楽一楽座イベントは、その入り口に過ぎない。行政と商工会議所が組んで、地元の小さな事業者やクリエイターに、直接売らせる場を作っている。これは、流通を握っている大手や古株への、静かな反逆だ。俺から見れば、よくやってるじゃないか。だが生ぬるい。なぜか、イベントでちょっと売れたら満足して、日常のビジネスモデルを変えようとしないからだ。楽一は見せ物じゃない。新しい秩序に人を移住させるための実験場だ。そこで手応えをつかんだら、既存の流通やルールに殴り込まねば意味がない。お前らに足りないのは、儲かるかどうかで冷酷に決める目だ。例えば、毎月のマーケットで人気の農家がいるとする。ファンもつき、行列もできている。だが普段は、大手の集荷に安い値で買い叩かれている。それを、農家は大変ですねと同情して終わるのが、今の日本の悪い癖だ。俺なら、その農家にこう言う。客と直接つながれ。オンラインでも定期便でも何でもいい。集荷ルートへの依存を少しずつ切り離せ。その代わり、質とサービスで裏切るな。守りきれ。これが非常な合理性だ。情けで買う関係は長続きしない。価値を出し、対価を正当に取る。それを邪魔する古いルールは、切り落とす。それだけだ。俺が楽一楽座や赤い書撤廃でやったのは、勝負のスタートラインを揃えたことに過ぎない。そこから先は、商人同士で勝手に潰し合え、という世界だ。今のお前らは、スタートラインさえ歪んだまま、みんな仲良くと言いながら沈んでいる。それでいて日本は衰退してると嘆くだけ。笑わせるな。ではどうするか。個人レベルで考えろ。俺の商売にとっての楽一楽座とは何かを。会社員なら、自分のスキルをどの市場に開放すれば、一番リターンが大きいか計算しろ。会社の看板という座に守られているだけなら、いつ首を切られても文句は言えん。クリエイターなら、プラットフォームを選べ。既存メディアにこびるか、自分のチャンネルで直接ファンとつながるか、どちらが長期的に合理的か、数字で見ろ。地方の事業者なら、行政の補助金に寄りかかるな。補助金は火薬だ。撃つために使うならいいが、抱えたまま寝ていたらいつか爆発して焼け死ぬ。新しい販路、新しい顧客、新しい組み合わせに突っ込むための弾薬として使え。それで当たらなかったら、さっさと次の手を打て。情に流されるな。ここで非情というと、
冷たい悪人だと勘違いする者がいる。違う。俺が焼き討ちまでしてでも崩したかったのは、多数の未来を食い潰す少数の既得権だ。古いルールを守ることが、多くの人間の可能性を殺すなら、そのルールを役の恥だとさえ思っている。現代の日本は、逆をやっている。未来の若い連中の負担を増やしてまで、高齢の組織や制度を延命している。これを俺は、逆楽一と呼びたい。流れを止め、出入り口を塞ぎ、じわじわ腐らせる最悪の政策だ。だから、お前ら一人一人がやるべきは、自分の小さな楽一楽座を設計することだ。まず、どのルールが自分の成長を邪魔しているか洗い出せ。会社の意味不明な倫理、業界の暗黙の了解、家族の安定しろというプレッシャー。全部リストにしろ。その上で、どれを無視できるか、どれを違うルートで迂回できるか考える。俺が赤石を潰したように、お前は心の範とビジネスの中の赤石を潰せ。次に、自由に参入できる場を自分で作る。オンラインサロンでもコミュニティでも、リアルイベントでもいい。ルールはシンプルにしろ。誰でも参加できる。ただし価値を出せないものは、自然に淘汰される。この空気を作れれば、その場は勝手に伸びていく。最後に、成果主義を人間関係にも適用しろ。努力したかどうかではなく、結果が出たかどうかで判断する癖を持て。もちろん、短期だけではなく長期も見る。だが、頑張ったからいい人という評価で、無能を温存するな。俺が百姓出身でも有能な奴を家臣に取り立てたのは、情ではなく合理だ。逆に古くからの家臣でも、足を引っ張るなら、容赦なく切った。それを冷酷と言うなら言え。だがそのおかげで終わりから天下へ、一気に駆け上がれたのだ。今の日本企業の多くは、その逆をやっている。役に立たない古参を温存し、有能な若手を潰す。イノベーションを叫びながら、評価制度は戦国どころか、鎌倉時代レベルだ。そんな組織が世界と戦えると思うな。楽一楽座の本当のメッセージは、保護ではなく、解放だ。守ってやるから安心して、ではない。鎖を外すから、あとは自分で勝て、だ。だから俺は、現代の楽一楽座イベントをやっている連中に、一つだけ注文をつけたい。これは単なるお祭りではない。ここから先のビジネスモデルを変える実験だと腹をくくれ。行政も、メンツや実績作りのためにイベントをやるな。もし予算を使うなら、ルールを緩めることに使え。出店規制を減らし、新参者を優先的に入れろ。手数料を低くして、小さな挑戦がしやすいようにしろ。そこで頭角を現した奴には、金融や販路の支援までつなげろ。それくらいやって初めて、現代版楽一楽座と言える。お前ら視聴者に、最後に問いを投げる。お前の周りにあるルールの中で、本当に必要なものはいくつある？半分は、惰性と恐怖で維持されているだけじゃないか。怖いならそれでいい。その代わり、ゆっくり沈んでいけ。だがもし、沈むのが嫌なら、今日から一つでいい。自分の中の赤い書を一つ、ぶっ壊せ。副業でも転職でも、発信でも勉強でもいい。これは昔ならタブーだけど、今の時代は合理的だと思う一手を打て。それが、お前自身の楽一楽座の第一歩だ。革新を恐れる者は衰退を招く。これは戦国でも令和でも変わらぬりだ。さあ、お前はどちら側に立つ？既得権にしがみついて朽ちるか、新しい価値を作る魔王になるか、選べ。